エヴァとまさきのシノジーに何でも聞いてみよう。始まります。9月に、市議会の選挙があるらしいので、館林市市議会議員の篠木正明さん、シノジ篠Gをお迎えして、そもそも市議会って何してんのとかっていうのをちょっと聞いてみたいと思ってお呼びしました。篠木さんです。どうも皆さんこんにちは。篠Gこと篠木正明です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。市議会ってそもそもどういうことを決めてる場所なんですか？まず市議会っていうのはね、1年のうち4回、3月、6月、9月、12月に開かれて、市の決まり事、条例って言いますけれども、それを決めたりとか、あとは市の予算ですね。それと使い終わった後の決算を認定。じゃあルール作りと、お金の使い方、そういう使い方が適切だったかどうか、正しかったかどうかっていうのを検証するっていうのが議会としての役割かなと思います。実際どのぐらいその市の市議会に、例えば私が投票する投票しないとか、誰に投票するとかっていうのが、自分の生活のどういう領域に反映するのかがよくわからない。よくね、政治なんて関係ないっていうね、人もいるけれど、でも実際毎日毎日私たちがね暮らしてて、政治に関係しないことを探す方が少ないのかなと思うんですよね。子育て支援の面だとかね、福祉の面だとか、あと街づくりなんかで、どうやっていったらいいのかっていうのが独立性を出していろんなところでやってるっていうことなのかなと思うんですけどね。例えば子育てしてる人に、なんかこれは市が決めてることだから市によって違ったりするんだよっていうのってなんかある？例えば最近増えてきたのが、学校給食費を無料にするって市町村が増えてきたんですよ。群馬県内でも9つの市町村が完全無料にしてるのかな。もうやってるところがある？やってるところある。あとね、13ぐらいが2人目は半額にしますよとか、3人目以降は無料にしますよっていうことで支援してる。月4000円とか5000円になって、まだ1人だとねいいけど、3人とかねいう場合もあるもんね。なるとね、やっぱり経済的には大変ですよね。結構それバカにならないと思う。あと全国レベルで見ると、群馬県内は県の制度として中学校卒業まで子どもの医療費を無料にしてるんですけど、喜んでるよね。そうだ、館林から栃木県に行った人は館林にいた時の方が良かった、医療費が。やっぱりね、お母さん方の願いで、もう20年30年ぐらい前からかな、運動があって、それはすごい。最初は3歳未満から始まって、それどんどん引き上げていったんですよ。県として例えば3歳ぐらいまでやってた時代でも、この市で少し上乗せしてね、小学校前まで無料にしようかとかやってたんですけれども、今は館林どんなだから同じように、中学校まで、中学校卒業までね。ただもう周りの大良郡のね、板倉町、明和町、千代田町、大良町、大泉町、大泉町は一部所得の制限あるんですけど、そこはね、通院までは無料にならないんですけど、入院した場合は高校生世代っていうんですけど、までは入院しても無料ですよっていう。別に高校生じゃなくても、そういう違いっていうのはやっぱり市町村によっては出てきますよね。でそれで市のルールだったりとか、予算の割りだとかで、少なくとも子育て層はかなり影響を受ける。そうですね、どういう政策をするか、どこに優先してね、予算を使っていくかでやっぱり変わってくると思いますよね。子供が減って人口が減っていくって言われてるでしょ。じゃあ人口を増やさなくちゃならないと、それでできてきたのが、引っ越してきた人にいろんな補助を出しますよっていうのが予算化されたんですよ。例えば引っ越しをしてきて東京に通勤する人、そういう人に特急料金を補助しますよ、1月1万円とかね。本社機能移転っつって社員の方がこっちへ来て館林に住んでくれれば、2年間に限るんですけど1年間10万円出しますよ、子供がいればプラス5万円出しますよっていうのをやったんです。それはそれでいいと思うんだけど、本当に人口を増やそうと思うとね、館林に住んでてよかったと思うような町にしないと人口増えないんだと思うんですよ。給食の無料化だから、隣の板倉町やったのに館林やってないよ。大良郡の町はさ、高校生が入院しても医療費は無料なんだけど館林は有料だよってなると、やっぱり来ないんだと思うんですよね。一時そのお金もらえるからって来たとしても、その期間だけっていうことでなっちゃう場合もあるし、今館林に住んでる人が、例えばアパート住まいの人はね、家建てようとした時に、目は行くと
高校生の医療費無料化だし、あとあそこはそうだね出産祝い金っていうのを出すんですね。明和と板倉と強羅町かな。それ明和町なんか生まれた時と小学校入学の時2回出るんだけど、合わせて1人目の人は合わせて10万円かな、2人目だと20万円、3人目以降30万円、それ2回に分けて出すんで。そんな周りのところがどんどんそうやってなっていってて、なぜ館林だけそれが遅れてるんでしょう。まあ予算がないって言うんだけど、そのおかしい。でも本当に人口増やそうと思えば、そうやって周りのやってることは同じようにあるし、館林が率先してね、子育てに関わらず、町の人に対する、メリットのあるような政策を私はやるべきだなってそうですね。それと私もう一つ思ってるのは、今高齢化になってきて、いろんな高齢者の事故なんか問題になってるじゃないですか。免許返納しようよって言うんだけど、免許返納したらどうやって暮らすのって話、今は立てないですね。私の母が92歳よ、だから結局車運転できないでしょ、そうするとどこに行くのもバスで前は行ってたけど、でも随分本数が減っちゃってとかね、そうなんか言ってたことがあったんで、やっぱりバスが回って循環するバスみたいなのがあると非常にいいと思う。今だいたい現状だと板倉線は別にして各路線バス1台で運行してるんですよ。ということはね、だいたい2時間に1本、だからもう少しバスの本数も必要だし、今館林駅を中心にして放射線上にねもの見てんだけど、そこをつなぐような循環するような路線作って乗り換えできるようにしていくっていうことは、それは助かるでしょうね。それで本当に歩いて暮らせるようなね街を作っていこうって。それは多分さ、高齢者だけじゃなくて外から来た人も思ってると思う。私も自分免許持ってないけども不便だなと思う、やっぱり。お客さんでもね、板倉の東洋大学の学生さんで時々来てくれた子がいて、バスで来て板倉から、それでうちでパワーってご飯食べて、もう帰んなきゃいけないんです、8時半が最終なんでみたいな。だからもう少しね遅い時間までやってくれてたら、こういろいろね、館林の中で人が動くってことは、こういうなんていうの、商売やってる人たちにも経済的にもいいわけだから、もうちょっと本数とか、もうちょっと時間を延ばすとか、ね、それだけ増やしてもね、今利用者が少ないって市は言うんだけど、高齢者どんどん増えていくわけだし、免許を返納したくてもできない人がいるわけだから、いっぺんに本数増やして循環線まで整備ってできないにしても、今からね全体像を計画をして、それに向かってこう計画的にやっぱりやっていくべきかなと思うんですよね。それこそだってなんか卵が先か鶏が先かじゃないけど、用意してなければ利用しないのが当たり前。ポートランドってアメリカのオレゴン州のポートランドってすごい、私すごいなと思うのが、このテーブルの丸が被害者だとしたら、向こう側とこっち側にねすごいでっかいモールがあるの。みんな車でそこまで来るの。そしたらその中の路面電車とかバスとか全部無料なの。その地域の経済的にもすごく効果があるし、すごくいいなと。そこまで極端にさしないにしても、こういうふうにしようって市がビジョンを持って動き出してくれないことにはね、そういうふうになっていくっていう。そういう習慣化されてないじゃないから、車で行くものだってもう田舎だから、バスがもっと動いてるっていうのを直接的に見たりすれば、これを利用することができるから、じゃあ免許を返納してもらえると、高齢者の事故とかも減らせになるし、先にやってもらわないと。結局ポートランドだってそれをやったってことはおそらく車社会だったんですよ。そうだよね。だから館林が今みんな車でほとんど移動してるから、だからバスは必要ないですねっていうのは違うよね。違うよね。あとやっぱり自分思うのはね、これは市だけの問題じゃないけど、今みんな暮らし大変じゃないですか。アベノミクスでやってきてね、それで景気が良くなったんだけど、安倍さんが直接ね大給料って給料上げなよっつって多少上がったんだけど、上がった人はほんのわずかで、それもその間ね物価が高くなってるでしょ。野菜だって天候不順でえらい高くて、高い時期がねありましたよ。葉物なんかはものすごく高かった時があったから、ネギなんか3本で258円でどうしようかなって、毎日のことだから。いわゆるその物価の上がったのを考えた実質賃金ってあるんだけど、それはずっとね下がってきてるんですよ。その物価を加味して
実際どのぐらいの、うんその賃金が人々に支払われてるかっていう数字があるね。がずっと下がってるんだよね。そういう中で大企業ってあるじゃない。それ内部留保って聞いたことあるんですよ。とりあえず使うことはなくて、会社でちょっともう保留して保留して取っておくみたいな。まあその中には例えば退職金の引き当て金とかね、そういうものも含まれてるんだけど、いわゆる大企業と言われるところが数年前はね、それは200何十兆だって多いって言ってたので、いつの間に400兆に増えてるんだよね。だからまあそれが全部現金ってわけじゃないけど、だから全体でそのお金の1% ぐらいをね、社員のさ給料に当てていけば、もっと暮らしは良くなってくるし、またそこの下請けのコーチにも良くなってくる。働いてる人がさ、懐が温まってくれば、じゃあ車でも買い替えるかって人買ってくれるでしょ。それが景気の好循環なんだと思うんだけど、でも要は儲かったものをね、上が全部独り占めしちゃうんじゃなくて、やっぱり下にちゃんと分配してね、そのことによって日本の経済全体がこう良くなっていくんだ。ちょっとごめん。どうした？椅子がギシギシギシちゃって。椅子がすっごいギシギシ。ギシギシですね。なんかなんていうためにギシギシ。自分が議員でいる間に実現したいなと思うところで何かあります？やはりこれだけ今大変な時代なんで、少しでも市民の人暮らしを支えるようなね、政治が必要なのかなってずっと思ってるんです。具体的に言うと給食費の無料化をするだとかね、介護保険料とか国交税がすごい高いんですよ。だからそこも予算を入れてね、本当に払えるような金額にしてるとか、あとは歩いて暮らせる街づくりね、路線バスの充実だとか、今タクシー券ってあるんだけど、高齢者向けのタクシー券っていうのは通院しか使えないんだよね。それしかも年間24枚なんだけど、年間24枚、だからすごく少ない。だからその使途制限なくしちゃって、何制限？使途制限、使い道の制限をねなくして、別に買い物に行くんでもいいじゃん。それ公民館に趣味に行くんでもいいじゃん。そうやって外出する機会が増えればみんな元気でいられるわけだから。確かに。前橋市なんか年間120枚出してるんだよ。それはす月10ごい。枚。そうするといろいろ移動できるってことは商品も生まれるからね、だから全体的に良くなる可能性も高いとはそれで外に出ることによって元気でいられればね、今度は医療費だとか介護に関わるとか減ってくるでしょ。だからそういうふうにやっぱりしていきたいなと思って年間24枚は少ないです。あとはやっぱり地域医療をね、今厚生病院がお産もできなかったりとするつながって続いてるんだけど、それをなんとかしていきたい。ずっとそこはね、自分でまあ考えてきて提案もしてきたところなんだけど、なかなかそこはうまくね、まだ満足できるようにはなってないので、そういうとこはね、やっぱり命と暮らしをちゃんと守って支えていくのは市の一番の私は役割だと思うんだよね。元気な人とか、今困ってない人とかでも、それこそまあ子供ができるかもしれないとか、親が要介護になるかもしれないとか、まあ、要介護にならなくても移動がなかなかね、困難になっていくとか、元気な人でもメリットがいっぱいあるね、そういういろんなことが変われば。これから先一番問題なのは介護施設、有料介護老人ホームとかっていうのだとかなり高額になるでしょ。で安いところって言ったらもう全然入れないみたいな、有料のところでも介護保険をずっと払ってきてるんだから、なんか多少補助はないかなとか。いいなぁと思う老人ホーム。私もうさ、老人ホーム探し始めてんだよ。自分のためじゃなくて、そういいなここと思って調べるとすっごい高いよね。でもまあ一番問題なのはお金の話はそういうところ預けられるんだけど、そうじゃない人どうするかで、介護保険の枠内でも特別養護老人ホームなんていうのは、今ユニット型っつって個室が増えてきたんで、結構それでも14、15万とかね、かかるんです。ただ今は問題なのは国の方がね、そこにお金がかかりすぎるっていうんで、施設から家庭へ戻すっていうような形でやってるんでね。まあ、どんだけ女に負担させるかすごいね。ただその受け皿ってね、まだないんだけどね。それを女性の労働力が必要とか言いながらもそこに持っていっちゃったらね、それを今度は地域で支えますよ。女性の活躍っつってさ、社員って書いてあるじゃない。アベさんがやってるやつ、社員ってみんなね、死ねって呼んでる。死ねってことかしらって。
いや今なんだっけ総活躍、なんとかって言ってさ、働き方改革なんてやってるけど、要はねもうみんな死ぬまで働けって言ってるようなんだね。定年のね就業規則に載っている定年の年齢を今うちの会社は70歳まで、それを75歳まで80歳までっていうふうにさらに引き上げてください、ご提案いただいた、でそれはそれでまあいいとしてもね、だけどそこまで働きたくないよ。働きたくないよね。やだよね。誰でもそうだと思うよ。70になって働かないで済むんだったら。そう、そこなんだよね。33だけど働かないで済むんだから働かなないいの。おかしい。それはちょっと早いな。早い。最近よくなんか若い人たちは車に興味がないとか、結婚しないとか、子供を作らないとか、ローン組んでね、家を建てたりとかもしたけど、今もそういうのはブランド品への就職も多分ないし、それがなんかほらやる気がない若者みたいな扱いになってるけど、やる気じゃなくて金がないんだよね。いや、そうだと思う。だってそうだよね。給料どうなっちゃうかわかんないのに車買おうかとかさ、結婚して子供を持つ、そういう展望ができないんだよね。毎月毎月の金がある金がないの他に、この会社は潰れることなんてないだろうって思えるとか、10年後の自分の方が今よりもよっぽど給料が多いだろうとかっていう展望がないと、そういう大きな買い物はできないんじゃない。就職した会社にね、一生涯勤めるっていうのっていうのは今ないじゃん、1年更新とかさ、そういうね、非正規雇用の人が多いから、だから安心して車ローン組むとか、住宅ローン組むなんてことはちょっとできないよね。正社員40年定年までみたいな方に戻ることはないと思うんです、別に。なんかそれも良くないじゃん。まあ働き方の形態ってのはね、今いろんな形あると思うんだけど、やっぱり思うのはね、60定年と同じ良かったと思うんだよね。例えばほら、生まれて20年ぐらいで大体1人前になるわけじゃん。それから40年働いて、あとのね、20年なりは好きなことができるっていう人生っていいと思うんだよね。だからそれには60で辞めてちゃんと生活するのに十分な年金制度っていうのは作ってなくて分かんなかったと思うんだけども、我慢してれば良くなるだろうと思って働いてるところもあるじゃん、でゴール目前になってゴール飲まされたのね。そうだよね、60定年だからってそこで退職金もらってあとはね、だから思っててね、そのほら65になってそう伸びたら70になっちゃってゴールポストが動かないだから今その残業したくないとか、給収金がない方がいいとか、給料は多少低くても責任が軽い方がいいとかって言ってるのは当たり前だよね。だって我慢し続けても先がないんだったら、今楽しまなかったら余暇の時間がなかったら耐えられないもん、人生。そうだよね。年金もそうで、私年金入った時は60歳になれば年金出しますよって言われた。それいつの間にか俺がいいって言ってないんですよ。了解してないのにね。65にならないともらえないって言うんだよ。今度とね、70になると。そう、69とか今度70だっつったよ。そんな民間の保険会社だったら詐欺でね、訴えられるよ。老人ホームにしてもその家庭に戻すみたいにしても、どんどん現役世代っていうのが幅を伸ばそうとしてるのも個人でやってってことだよね。社会的なそのサポートを減らしたいから自分たちで賄ってっていう方向なんだよね。そういうことだよね。自己責任って言われるけど、自己責任ってことだ。でもさ、そういう高齢になれば働けないのは当然だしさ、その間に貯金しなさいよって言うけど、若い人も賃金を安く抑えておいて貯金なんかできない。そこをやっぱりちゃんとするのが政治なんだと思うんだよね。そこをやっぱりちゃんとするのが政治なんだと思うんだよね。街でできることってさ、他の大きな制度に比べればさ、もしかしたら小さいと思うけど、でも意外とダイレクトに伝わって市民の生活に影響があるものって、さっき言ってたいろんなものがあるから。そうですね。介護保険の保険料は市で決められるわけだし、高校生もそうだし、補助を出してね、少しでも安くしていくってのはだし、どこに予算を割くかとかっていうのを日野市みたいな人たちが、議会の人たちが決めていくわけ。決めていくわけ。頑張って。よろしく。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。いきなり政治家の顔になって。今日はありがとうございます。いや、こちらこそどうもありがとうございました。ちょっと終わった。